こんにちは、ヨムギャオ仲間です。今日はですね、この、Amazon で見つけたそこそこ良さげなのみで、これを、実際に仕込んで、使ってみるっていうのをやってみたいと思います。結構相談を受けることがあって、なんかいいのみありませんかと。やっぱりいいのみだと1万以上しちゃうんですよ。で、1万以上するよって話をすると、いやちょっと厳しいですねっていう話にやっぱりどうしてもなるんですよね。で、そういうのもあっていろいろと探してみました。でその中でこの千吉っていうのが良さそうかなと思いました。でこれ千吉ってノーマルの千吉と千吉金っていうのがあるんですけど、この金ってついてるラインナップがいいかなと思ってます。で何がいいかっていうと、鋼が、安木鋼の白紙2号を使ってるんですよ。その鋼の詳しい話はまた別の動画があるので、もしよかったらそっち見ていただきたいんですけども、要は本職が使う鋼を使ってますっていうことですね。でにもかかわらずこれすごい安くて、これ 21mm なんですけど1本3800円なんですよ。だからなかなかいいんじゃないかなと思って、買ってみました。で、とりあえず飲み何か欲しいですとか、これから始めたいんですっていう方が、にはまず入門として、いいんじゃないかなというふうに思っています。じゃあこれの、実際に使ってみるっていうのを仕込んでみて使うっていうのをやってみたいと思います。はい。ではよろしくお願いします。千吉金っていうラインナップですね。でこれ買って届いてからすごい心配になったんですけど、白紙2号使ってますっていうこと一言も書いてないですよ、ジャケに。だからすごい心配になりますよね。でやっぱりAmazon のページにも書いてあるし、ビルディさんとか道具道楽さんとかのページにもやっぱりその白紙2個使ってますって書いてあるんで、多分間違いないとは思うんですけど、ちょっとそんな重要な情報書いといてよって感じがしますけど、はい、書いてないです。はい。とりあえず開けてみます。いいですよね。この飲みの開封レビューとかめちゃくちゃマニアックすぎていいですよ。笑えるなっていう。はい。で、こんな感じですね。蓋というか、刃のガードがついていて、あと、ここにシールがついてますけど、剥がしてくださいということです。はい。で、カツラが、これカツラが結構いいのがついていて、磨きじゃなくて叩き仕上げのカツラがついてます。これですね。このハンマーの打撃痕が残っている状態のカツラがついてるんですよね。なかなかいいなと、おしゃれだなという感じがしました。でカツラ取ってみると、むちゃくちゃ着殺しされてます。なんかもう、機械でやりましたって感じの、この着殺しがすごいですよね。ここまでやってあるっていうのはやっぱりそのまますぐ使えるようになってるのかなっていう感じがします。でもカツラがちょっと意外でした。こんなに手の込んだものついてると思わなかったです。で、こののみの特徴としては、裏の枚数、この溝ですね、が2枚裏になってます。でこれ僕が普段使ってるのみなんですけど、これ穴が1個ですよね。1個。溝が1個なんですけど、これ2本入ってるんです。これを2枚裏といって、3本入ってれば3枚裏と言います。でこの千吉シリーズはこの溝入れるのが、結構多いというか特徴で、3ミリから9ミリまでは、1本1枚裏で、12から24ミリはこの2枚裏になっています。で30から40には3枚裏になっているそうです。でこの裏の枚数が多いと何がいいかっていうと、ここの真ん中の部分がここくぼんでないので、平面精度が高いというか、ガイドにした時の、平らな面積が大きいので加工がしやすいっていう話と、あと裏を出しやすい、設置面積が少ないっていう話があります。僕としては好みかなっていうふうに単純に思っています。僕はどっちかっていうとこの1枚裏の方が好きですね。なんとなく1枚の方が僕は美しいと思うんですよね。なんかごちゃごちゃっとしてるのに対して1枚の方がシンプルで美しいなって思うので、僕は1枚の方が好きです。はい。ただこのそれ3枚だから悪いっていう話ではないです。素晴らしいと思います。外観としてはこんな感じですね。結構綺麗な作りになってると思います。買ってみて意外だったんですけど、これ買った時点で結構刃がちゃんとついてます。ちょっと重たいかな。めちゃくちゃ切れるってわけじゃないんですけど、最低限の刃はついてるなという感じです。なので、すぐ使いといえばすぐ使いかなという感じがしました。
では、カツラの仕込みですねの方をやっていきたいと思います。カツラと言っているのはこのリングのことです。これをカツラと言います。でこれをここに入れて、これをどんどんもうちょっと奥まで入れていくということをします。でこれなぜ必要かというと、このままのみってここ叩いて使うんですけど、これがない状態でここ叩いて使っていくと、ここが潰れてパコンって割れちゃうんですよ。で割れ防止のためにこの金属でこうギュッと締め付けてあげるっていうのがこのカツラの役割です。で木殺しって言って、ここ木をこうやって叩いて潰してからこれを入れていくってことをします。木下ろしというのはここ木を叩いて、一時的にこの木をちょっと細くしてあげるというか、これを入りやすくしてあげて、ただ削ってるわけではないので、湿気を含むとまたふっと膨らんでくると、元に戻るというのがあります。なので、抜けにくいという感じになります。で叩くのは、ここも潰れてあるんですよね。ここも潰してあるので、ここですね、このポコッと膨らんだ部分、ここを中心にここから8ミリぐらいを叩くって感じですかね。はい、を叩いてあげます。台の上に置いて、この辺りを、こういうふうに叩いて潰していくという感じですね。これが木殺した状態です。さっきよりは、若干この木が潰れて小さくなってる感じですね。でこれを入れていきます。でカツラ入れるときに方向があります。この上下があるんですよね。こっちかこっちか上下があります。でそれはこの中って中面取ってあるんですよ。こっち側ですね。こっち側が面取ってあって、反対側はもう切りっぱなしになってると。ここ削れてないですね。でこの削れてる方、面取ってある方が、入っていく方ですね。なのでこっち側に入れます。はい。カツラを中に入れていきます。で、こういう専用のカツラ落としという道具もあるんですが、これ普通持ってないと思うので、これなしでやる場合はこういったバールを使って入れていきます。こういうふうにですね、こういうふうに斜めにかけて、こういうふうに斜めにかけて、ここをどんどん叩いてあげると。今ここまだちょっと出てるので、これそのまま叩いてあげます。この平らになるまでですね。まず大体平らになるぐらいまで叩いて入れてください。思ってる硬かったですね。で、この時にこのままずっと同じ場所で叩いていくと、これのみ抜けなくなったりするので、たまに抜きながらやってください。でこの平らぐらいまで入ったら、次はバールをこういうふうにかけて、叩いて入れます。でこれも平行に入っていくように適度に回しながら、どうしても、僕の場合だと手前がどうしても入りやすいんですね、こっち側が。なので回しながら入れていきます。だいたい2、3ミリ入れば、やっぱりある程度仕込んであるんでしょうね。結構ちゃんと入ります。木殺しするだけで。はい。こうやって回しながら見て、ここの出る幅ですねが均一になってるか確認しながらやってください。これぐらい入ればいいですね。だいたいこれぐらい入れば大丈夫です。1ミリ2ミリっていうぐらいだと思います。でこれぐらい入れてあげます。これ入れたら今度ここの上の木ですね、叩いて、潰してあげます。キノコみたいにこうピュッとかぶせてあげるって感じです。こういうふうに回しながら
叩いていって、ここを凸にしてあげるというか、ドーム状にしてあげる感じですね。これも木が割れないための工夫の一つですね。このさっき出てる状態だと角が出てるとやっぱりそこってピッて潰れてかけやすいので、こういうふうに潰してあげるという感じです。あとこういうふうにかぶせてあげることでこのカツラが抜けにくくなるという効果もあると思います。こんなもんですね。こうイメージとしてはこう叩くんじゃなくてこう滑らしながら叩くって感じです。こういうふうにこういう動きを。今これカツラ入れる時点で結構ゴツゴツ叩いてますよね。で、でも切れ味はまだありますね。入っていくっていうのがあります。これぐらいだとまだ刃は傷んでないかなっていう感じがするので、はい、大丈夫ですね。切れます。これが上の頭を潰した状態です。こういうふうに、こうかな、やんわりとこう凸にしてるドーム状にここがこういうふうにしてあげて、少しこっち側にまでかけてあげるっていう感じです。でここの出し具合も結構好みがあるんですけど、僕はあまり出さないでこれぐらいにしておいてあげる方がいいかなと思っています。あとこれも使っていくとここの上の木が摩耗していってどんどんそのうちこれがなくなってカチンカチンとまたこの鉄に当たるようになります。そしたらまたこれを一回カツラを一回外してまた木殺しするかこの輪を削って落としていくということをします。でここのカツラの仕込みの詳しい削ったりっていうのもまたカツラの仕込みっていう動画あるので、そちらももしもこれ外さないといけないぐらい使ったらですね、そちらの方を見ていただければと思います。はい、とりあえずカツラの仕込みはこんな感じです。じゃあこれ次切れるとはいえまだちょっと重たいので、研いでいきたいと思います。そうですね、ちょっと重たいぐらいですね。じゃあ研いでいきます。そうですね、これ一回まず裏ちゃんと平らかどうかは分かんないんで裏からやった方がいいですね。まず裏出しをします。でこれで砥石当たってる面、でこれ先端の方だけピカピカしてますね。ちょっとその分ちょっと平らじゃないのかなっていう感じがしますね。で一回これが全部曇るまで、旋盤の傷が全部つくまで一回、砥石当てます。あとこれ俺裏この1センチぐらいを研ぎますっていう話をしてるんですけど、1センチだけを研ぐんじゃなくて、なんていうか1センチを研ぐイメージで研ぐっていう方が正しいのかもしれないですね。その言葉のニュアンスがすごい難しいなと思って、なんか段差ができましたとかっていう話を聞くんですけど、段差できることってあんのかなって、なんか段差できないんだよなって思っていて、でなんか改めて自分どうやってやってるのかなと思うと、多分半分よりもやや外側までを砥石として使ってかつ、これぐらいですね、前後させながら研ぎますよという感じが正しいのかなと。砥石に乗ってるのが1センチぐらいかな。1センチから、砥石の半分ぐらいまでを、こういうふうに多少こういうふうに
動かしながら、研いでいくということをしています。で主に1センチから2センチに力を入れて研いでいるという感じです。はい。わかりますね。あとほんのちょっとなんですけど、この角ですね。この角だけ若干曇ってるかピカピカしてるんですよ。その角だけまだ砥石に当たってないという、この本当の角ですね。なのでそれを、平らにしたいという感じです。でこの時にこっち側に体重かけて、こっち側を削ろうとしたら意味がないんですよね。これを平らにすることが目的なので、このまま全体的に落としていって、ここを落とすっていう感じです。だからここがあとここだけなんだよなと思って、こっちに力を入れて削ってしまう、研いでしまうと裏を斜めにしてしまうということになるので、それだと意味がないです。なのでこのままあとちょっとだなと思いながら粘るしかないです。でもなんか全然マシな方だと思います。逆に本職用ののみってこんなに刃がついてない状態のものって結構多いというか、その職人さんによって刃の付け方違うので、わざと仕込んでない8割仕込みとかっていう状態で来ることの方が多いと思うので、こんだけ裏出てるならまだ楽な方だなという感じがします。すみません、途中で止まってたようです。今6000番終わったところです。こういうふうにちょっとカメラなので分かりにくいですが、表面でピカピカしてるっていうよりは、その映っている像に歪みがないっていうのが大事なポイントになります。で今、平らにし終わった、裏が研ぎ終わったので、今度斜めの面を研いでいきます。僕はここを持ってですね、この部分ここを持ってこう乗せて人差し指で押さえるっていう感じで研ぎます。で真横でこうですね、こういう方向で真横で研いで、あとはまた斜めで研いで、横で研いで、斜めで研いでを、組み合わせるというのが、僕がよくやる研ぎ方です。もう刃ついてる状態なので、刃返りはこの刃返りといって裏にザラザラですね、ザラザラしたもの、要はバリですね。バリが出てきたら、中戸が終わったよという証拠になります。ちょっとした違いなのかもしれないですけど、刃返りのつき方がちょっと違うなっていう感じがしますね。普段僕が使ってるやつだともっと、ザクザクした感じのものが出るんですけど、すごい細かくて重たい感じのバリの出方ですね。でもなんか明らかに違う感じなんですよね。不思議だなという感じがします。それがいい悪いとかっていう話じゃないんですけど、ちょっとバリのつけ方というか刃がりのつけ方が違うなという感じをしました。値段だって4倍ぐらい違うわけですからね。何かちょっと違いがあるのかなという気がします。だいたい裏が表が研ぎ終わったので、刃返りを一度取ります。
まあでも回路は取れるんですね。今研ぎ終わった状態です。裏が研ぎ終わって表も研ぎ終わったよという状態ですね。まあ刃がついてるかどうかなんですけど、こういう感じですね。さっきよりやっぱり研いだ分軽いですね。スッと入るっていう感じです。あとこのなぜかわかんないですけど、さっきはこうまっすぐ入らなかったんですよ。今まっすぐ入ってるじゃないですか。でもさっきってこうなんか入っちゃう感じだったんですよね。斜めに下に。でもそれが入れようと思った方向に入るっていうのが、研いだ時との違いかなって気がします。あとちゃんと、これだけ切れる刃がつくのであればまあ問題ないかなっていう気がします。あとは問題は研げば切れるっていうのが分かったので、あとは細穴を掘ってみたいと思います。耐久性のところですね、を確認したいと思います。まずここに細穴1個2個掘ってみます。まだ切れますね普通に。今ちょっと、3センチぐらいですかね、粗彫りしてみたんですけど、まだ欠けたりはしてないし、まだちゃんと切れる感じですね。普通のところだと問題ないと思うので、ここにちっちゃい拳あるんですよ、縁。この節のところ一回やってみてみますか。この節って石が噛んでるっていうか、石が含まれてる場所もあったりとかして本当に厄介なんですよね。だから節があると加工するときマジかみたいになるんですけど、欠けてはいないですね。この辺かな。なんか実演販売みたいですねなんか包丁の実演販売してる人みたいですね。ちょっと自分で笑えてきましたよあとこの節のところ行ってみますか。こんなん絶対普通だったらやらないですけどね。なんでしょう、普通だったらインパクト入れたりとか丸ノコ入れたりとかするんですけど、うわ本当に安いのみだったら一発叩いたらかけたりするんで全然優秀だと思いますね。3800円でこれならいいんじゃないですかね。まだかけてないもんな。本当いやちょっとなんか
いっすね、実演販売。別に俺これ売れたからって俺にお金入るわけじゃないですよ。まあアフィリエイトでAmazon のリンクで買っていただければ少しお金になるかもしれない。別にこの会社からお金もらってるわけではないです。こうやって節あるところってこうやって砕いていくしかないんですよね。こういうふうに細かく掘っていくっていうよりは、節って硬いんで逆にこういうふうに割れていくっていうか、硬いんで脆いっちゃ脆いんですよ。なのでこうやって砕いていく感じで掘っていくと節のところは掘れていきます。ただのみがめっちゃ欠けるというのはありますけど、一応まだ欠けてないんですよね。角ちょっと欠け始めたかな。欠けてないか。でもまだ切れるんだ。でもちょっとやっぱり鈍くなってきたところは切れないところも出てきましたね。はい。3800円ののみでこれだけ、この節やって穴掘ってこれやってまだ欠けてないので、これ今さっきの節と穴掘って節やってっていう状態なんですけど、欠けてないですよね。今のところ全然欠けてなくて、こうやってこれやった後だけどまだ切れるっちゃ切れるんですよね。場所によっては切れなくなってきたりしてますけど、3800円ですからね。十分めちゃくちゃコスパはいいと思います。この実際に3800円のこののみですね、千吉というのみ使ってみました。で結論から言うとすごいコスパいいと思います。最初の1本としては全然十分だと思います。僕職訓に行って大工になるのに職訓に行ったんですよ。でその入学金で一式道具買うんですけど、めちゃくちゃかけましたからね。もうこんなん絶対ダメですよ。このさっきやったこういうの、もうこの下手したらこのほどの時点でかけてるし、拳とかこの節なんてやったら 100% かけてましたし、下手したらめくれるっていうか鋼が歪むぐらいの感じだったんですよ。でもこれかけてないし、なんならまだ切れるじゃないですか。ほらまだ切れるんですよ。だからこれすごいなと思います。3800円でこんなに切れるんだと思ってちょっと感心しました。はい、という感じです。で DIY やる方でも絶対のみって必要じゃないですか。で僕的にはもう一家に一本のみ必要なんじゃないかって気もするんですよね。プラスマイナスドライバーと同じぐらいのみは一本各家庭にあった方がいいみたいなぐらいの気持ちなんですけど、4000円ぐらい出したらちゃんと買えるっていうのが分かったので、ぜひちゃんとしたのみ1本買っていただいて、物の作る幅であったりとか、なんかいろんなものに調整していただければなと思います。で、特に本職になろうという方であれば、最初の1本はしょうがないと思うんですよね。でもだんだん次の1本次の2本っていう風になっていった時に鍛冶屋さんの本職が使う鍛冶屋さんの1本1万ぐらいしちゃうけど、なんかそういうのにも買っていっていただければすごくいいかなと思っています。やっぱりこの文化であったりとかこの技術を守っていくためにもやっぱりその鍛冶屋さんにお金を回していかないといけないというのはあると思うんですよね。なので、僕もそんなに全然買えないし、買えないし今あるやつをあるのにわざわざ買ってもなと思うからあんまり買わないですけど、でもやっぱりできる限りそういう本職のものを買っていきたいなというふうには思っております。いい金物屋さんってインターネットでもいっぱいあるんですよ。登刃物店さんとかマンダラ屋さんとか、他にもいっぱいあるので、ぜひそういういい道具屋さんをインターネットで見つけて、本職用のものも検討していただければ嬉しいなと思っております。はい、ということで、飲みのレビューでした。はい、ということでした。ありがとうございました。